キングヌーです。よろしくお願いしまおす。願いします。お願いします。自己紹介からお願いできますでしょうか。バンドの経緯とバンド名の由来も教えてください。ベースの新井和樹です。お願いします。常田です。ドラムの関優です。ボーカルキーボードの井口です。最初に優と大輝が、2人で組んだ、厳密にその前から一応あるはあるんですけど、この4人で進めたそこが始まりで、後からこの左側の2人が、加入したっていう感じですね。で俺は優の方からドラムの優から、つながって、加入して、悟は大輝の幼なじみでもあるので、そんな感じ、そういう経緯かな。ざっくり言うとそんな感じで、もともと違うバンド名だったんだけど、デビューするタイミングでちょっと名前を変えようかということで、キングヌーという名前になりました。で、ヌーという動物、発案は常田なんだけども、ヌーという動物、群れをなす動物の象徴として、ヌーというのと、それを引っ張っていける的な感じでキングヌーという名前になっております。バンド結成当時影響を受けたアーティストとしてイゴール・ストラヴィンスキーからジミー・ヘンドリックスまで多岐にわたって言及されていますが、その後影響を受けたアーティストは増えましたか？定期的にいるよね。定期的にいるね、その時その時でこうなんか、ホットな人物ホットなね時期、ブームというかね、ありますね。あるね。なんかおのおののちょこちょこしたのはあるよね。そうだね。なんかユウがなんかレッチリのドラマーのチャドスミスの感じにちょっとシフトしてった時期もなんかあったような気がするけどね、大きく。悟ってあんの？最近でもちょっと R&B とか聞いてる。あ、そうなの。最近聞いてんの？ダニエルとかダニエル・シーザーとか。ダニエル・シーザー、聞いてんの？ちゃんと聞いてる。ちゃんと聞いてる。聞くようにしてる。そう。はい。最近ちょっとやっぱ脱 J-POP みたいなところをちょっと裏テーマで掲げてるところもあるので、そうなんだ。はい。だからちょっと昔よりはだいぶ。それ脱 J-POP っていうのは楽曲でいうとどこら辺から意識してるの？その俺らの歌。でもやっぱセレモニー以降かな。じゃあ本当にこのアルバムの収録曲今回のアルバムの収録曲ぐらいからで特に今年からって言われてみたらそうだね。わかる気がする。確かにそうだね。ここ最近のレコーディングの歌い方とかそっちだもんね、割とね。あなたの音楽は時に東京ミクスチャーと称されます。また活動を続けられるにつれキングヌーの音楽はどのように進化していますか？どうなんだろうな。でもね、今回のアルバムに関してのこの進化感っていうか音像の変化感は確かに感じてはいるんだけどね、俺は。じゃあそれが何なのかっていうところまで俺は言語化できないというか、まだちょっとアルバムもできたばっかだし落とし込めてはないんだけど、そういう実感はあるというかね、手応えはあります。はい。次。スペシャルズはアニメ「呪術廻戦渋谷事変」のオープニングに本当にぴったりの楽曲ですね。曲を作る前から呪術廻戦アニメや漫画のファンだったのでしょうか？でもあれだね、渋谷事変は結構好きかな俺。やっぱそこを担当できたっていうのはめっちゃ嬉しいかも。そうだね。なんかさ、やっぱ内容ちょっと難しいじゃん。なんかそのいろいろなんか世界観とかさ、術式とかもさ、俺今回アニメやるのでもう一回一から読み直したのよ。面白いね。なんか続きが気になる。続き気になるでしょ。続き気になるよね。めっちゃだいぶ気になってるよ。続き気になるよね。今一番続き気になる。今一番熱いから。一番熱いよね。そうだよ
常田さんと井口さんのボーカルはスペシャルズにおいてコール&レスポンスの形で美しいメロディーを奏でています。ミュージックビデオ中のこのシークエンスはヒーロー対悪役を描いているように映るのですが、そのクリエイティビティは呪術廻戦のイメージからインスパイアされたのでしょうか。まあでも全体的にそうじゃん、まあそうか、あでもそうか、A メロも全然そうか。ヒーロー対悪役っていう感じでもないよね。そうだよね。まあでもどっちも悪役かもね。なんかこっちもこっちも結局まあでもね、そうだもんね。何事も何事も別に正義がそれぞれあって、その見ようによってはね。そうだよね、まあ、今回の渋谷事変もある意味そういう構図だもんね。溺れた今。溺れた。援軍弱いな。飛び込んで助け緊張をして一緒に溺れちゃう。王様ランキング、呪術廻戦ゼロ、バナナフィッシュなどのアニメにも楽曲提供されていますが、アニメ向きの曲作りは通常のアルバム向けの曲作りとどのような違いがあるのでしょうか。俺が作る作風ってのがそもそもなんていうの、リアルな世界の現実よりは向いてるから、アニメの曲の方が作りやすいですね。あ、そうなの。自由度高い気がします。まあアニメの方が俺らでもしっくりくることは多いかもね。スケールがでかいんだね、やっぱね。やっぱ、メロドラマっていうのはなんていうの、日本のドラマは結構大変だよね。そうだね。ティーネージャーフォーエバーのミュージックビデオはメンバーの紹介はもちろん、皆さんの私生活を垣間見ることができます。嘘。本当？ミュージックビデオの撮影で完成版では見られなかった皆さんにとっての特別な瞬間はありましたか。サトルとかそれこそいろんなところ行ってたよね。でもフィリピンかな、基本的には。何してた？いや楽しかったですよ。何してたのフィリピン？オフレコとかじゃないってこと？もう全部映っちゃってるってこと？大体は。そんなわけないでしょ。そんなわけない。まあ一番ソフトな部分をお届けしてるから。ミュージックビデオでは、あれしか見せられない。逆に映せなかったっていうところもあるし、綺麗すぎて浜辺歩いたりとか手をつないで、ちょっと繋いじゃってた。逆に映せなかったね。なるほどね。あなたたちは白日で 2019MTV ビデオミュージックアワードジャパンのビデオオブザイヤーを受賞しました。このビデオはキングヌーの他のミュージックビデオと比べると異なるアートディレクションが採用されているように見えます。このビデオのクリエイティブがその年の賞を受賞した理由をどう見ていますか。そうだね。思いっきりあれはああしようと思ってしましたね。そうだね。手としては公開レコーディング、そうだね。公開演奏的なね、感じで PA の人を入れて、なんかストーリーとかつけるのがなんか安っぽくなるというかね、なんか一番潔い形を取りたいなと思ってしました。まあそれがなんか変な意味が入らず良かったのかなっていう気はするけどね、結果ね。キャリアの目標や目標に向けて設定している節目はありますか。そうだね、まあバンドとしてはもう当面はドームツアーを成功させるということだとは思うんだけど、もちろんね、それですね。そこに今注力しちゃってるからね、あんまりそういう他にとかっていう感じにならないようにしてる。4年ぶりのアルバムリリースおめでとうございます。ザ・グレイテスト・アンノーン、偉大なる無名という意味のタイトルは4年前から決めていたということですが、込める意味について教えてください。セレモニーっていうものをやりきって、ね、ステージ上じゃない視点持ち続けてたいというか、そういうために音楽を作ってると思ってるので、
やっぱそういう視点を取り戻すというかいう感じですかね。スポットライトが当たってない時の生活というか感覚っていうのをすごい大事にしたいなと思ってつけてます。ここからはラピッドファイアクエスチョンということです。はい。好きなアニメは？アニメ？アニメ。一人全員答えるんだって。はい。じゃあどうぞ。光学機動隊かな。光学機動隊。うん。はい。いいわ。イエローサブマリンですね。そう、懐かしい。やっぱスタジオジブリ、まあそうだよね。高畑勲。俺意外と最近見た地獄楽が面白かったな。アニメ。あ、そう。うん。アニメ面白かった。よかった。うん、すごい面白かった。子供の頃はどんなアニメを見てましたか？機動戦士ガンダムですね。ガンダムなんだ。うんガンダム何？シード？いや初期。正気だ。いやポケモンじゃない。見てたけど。ポケモンか。確かに。ポケモンとジブリじゃない。やっぱ。でもまあそれで言うとやっぱコナンとかじゃない？コナンか。俺は犬夜叉ですね。ああ懐かしいね。帯だね。うん、帯つながりだね。あそこら辺はもああそうだ。うコナン、犬夜叉コナン。そうそうああそう。懐かしい。犬夜叉ですね。コラボレーションしてみたいアーティストやバンドは？井上先生に書いてほしいってのがあるね。とかさ。ああ。ワンピースの。確かにアーティスト、大きくアーティスト。小田栄一小田栄一郎さんあとかなんかキャラ化してほしいなとかあもそういうのはあるけどね。最近聴いている3曲教えてください。この間大輝に教えてもらったラルフィー。ラルフィーチュー。ラルフィーチュー。ラルフィーチューはやばいね。やばい。そのサイモン・バーカー、スコット・ティンクラー、バエ・ドング、サイモン・バーカーっていうね、このトリオでやってるオーストラリアンジャズ。そう、オーストラリアンジャズを聴いてます。サトルは？でもスピアー・スティーブンスとかも聴いてるな、やっぱ最近。フォークのね。フォーク。和樹はボーインウェルとか聴いてるの最近？最近は聞いてないかも。そんなに、やっぱサンファのアルバムとニュージーンズとザ・マリアスっていうアーティストがいるんだけど、そこら辺の曲を聴いてますね。3曲ってあんま絞りづらいね。アルバムで聴いちゃうことが多いからね。はい。大人になったら何になりたかった？小さい頃の夢ですね。いや保育園とかなんかその頃はカメラマンだった。カメラマンだったの。かっこよ。かっこよいか。かっけえな。かっこいいな。かっこよいかわかんない。かっこいいな。カメラマンか。まあね。トーマスかな。トーマス好きだったね。トーマス好きだったね。トーマスね。だからトーマスになりたかったね。だからスペシャルズルックになったんだ。トーマスっぽさあったっけ？あれ顔ロケット。あれトーマスとコラボできそうじゃん。確かにね。じゃあ夢叶った。意外と叶ったかも。ピンとヒーローだったかもね。戦隊もの的なところ。俺はバスケットボール選手ですね。あ、そうだったんだ。早く言ってよ。文集に書いてた。あ、そう。田臥勇太選手に憧れてたんだけど、7ヶ月くらいで挫折しちゃった。アクションかロマンスか。サクッといきたい。アクションかロマンスか。アクションかロマンスかってなんてことだ。好きなものだってこと。そうそうそう。うわその2択はおかしいね。どっちもあるからね。確かに。そうだね。はい。じゃあ次。他に習いたい楽器は？習いたい楽器。習いたい楽器ね。オーボエとかちょっと憧れんだよね。サドル吹いてそう。なんかいなたいよね。俺超好きだけどね。めっちゃいいよね。音好きなんだよ。いいよね。じゃあオーボエ。オーボエ全員？全員全員オーボエ。全員オーボエ。一回そのオーボエ。
ここからは Most Likely To のコーナーです。バンドの中で最もオスカー賞を受賞しそうなのは、せーの、22で割れたな。俺かも。じゃあ U です。 U かも。なんか変な役来てね、一攫千金してほしいよ。ゴラム系。ゴラム系。主役じゃないじゃん。存在感すごいから。存在感。主役のイメージじゃなかった。あれかなり要になってるよね。あの映画の。助演何賞ね。あだね。はい。バンドの中で一番スクナの指を食べそうなのは誰？あ。これ。何この質問。誰が作ったのこれ。今言ってみる。一番食べそうな人。はい。せーの。は U だね。あ、嘘。意外とサトルだ。ここじゃない？ここの中じゃない？それはもう俺が食いしん坊だけど何でも食べそうみたいな感じで。こうやってパスしてったら食いそう。そのままね、食べ物のついでにあげたら。バンドの中で一番面白いのは誰？おお、ちょっと深い質問になってきた。深いね。何をもって面白いか。そうだね。それぞれ面白いもんね。そうだね。そうだね。せーの。ちょっと待って、決まってない。もう決まんないよ。決まんない。俺ちょっと無理かも。選べない。選べない。ちょっと無理かな。うん。選べない。選べないね。俺はサトルかなと思ったけど。まあ普通に言ったらサトルになる。まあ世間的にはね。世間的に。世間的にただ一番面白い。家とかで面白いかって言われたらちょっとね、話変わってくる。めっちゃつまんないよ。めっちゃつまんないな。マジで。家じゃめっちゃつまんないからな。猫にしか話しかけないの。どうしたの？ホラー映画で最初に死にそうなのは誰？その4人が出ててってことでしょ。これだから小物感があるやつだ、ね。要するに。普通に俺だろうな。そう。いやそんな感じませんけど。こう最後に残ってくるキャラ的にはそう。なんか3枚なんかね。面白いやつがこうなんか最後じゃあ3人ぐらいになって誰か1人死なないと次に進めないみたいななった状況があったとして、よくあるね。その時死ぬやつ誰かな？うわ一番嫌かも。いや俺が行くよ。うわずるいよ。候補するのはずるいよ。立候補。バンドの中で一番ダンスが上手いのは誰？ダンスを少し見せてもらえますか？もうこれはいけるよね。早いな。はい。ということで以上になります。ちょっと変わった質問が多かったですけれども、少しでもね僕らのことを知っていただければと思います。以上キングヌーでした。